はいどうも皆さんこんにちは。今回は平時の乱についてお話しします。全体像をつかむために先にざっくりと説明すると、保元の乱で後白河天皇側と崇徳上皇側に分かれて戦った後、残った後白河上皇側で権力を持った新勢は源氏の恨みを買ってしまい、清盛が熊野詣に行っている間に源氏に殺されます。それを引きつけて帰ってきた清盛によって初の源平合戦が勃発し、勝ったのは平家。こうして平家の全盛期へと突入していくという流れです。さて、大きな流れは分かったと思いますが、今出てきた新勢と熊野詣、この2つについてはまだ話してないので、その2つからお話しします。新勢というのはもともと藤原家出身の人物です。また藤原氏かよって思いますが、藤原氏大杉問題にぶち当たった時は、大抵の場合、北家、南家、式家、京家、どこの出身なのかを調べたら解決します。新勢は南家出身です。死に方が間抜けだから、だいたいネタキャラ扱いされていることが多いですが、彼は非常に優秀で、個人的にはかっこいいと思います。例えて言うなら、菅原の道真みたいなかっこよさですね。南家出身の新勢は、摂関家である北家とは別の家柄なので、簡単に出世することはできません。しかし、勉学の才能と知識量で上皇に気に入られて出世していくんです。学者出身にもかかわらず、宇多天皇に気に入られて出世した道真公と被ります。新勢は幼少の頃、父である藤原道真が急死したことにより、高階家へと養子に行きます。その後、出世が見込めないことに絶望して出家し、円空と名乗り、その後改名して新勢となるんです。新勢の優秀さを表すエピソードとしてこんな話があります。鳥羽上皇が奈良に行って正倉院の宝物を見て回ったことがあったんですが、その時に謎の壺が置いてあるんですよ。それを見て上皇が何これって聞くんですが、周りにいる人たちの中で誰も答えることができなかったんですよね。そんな中、新勢だけが、それは矢を壺の中に投げ入れて遊んで使う刀庫というものですって答えるんです。もはやそんなこと知っててどうすんだってくらいの知識なんですが、そんなことすら覚えてるほど博識だったそうです。こんだけ優秀な人物だったので、保元の乱あたりから後白河上皇の下で力を発揮し始めます。さて、もう一つの熊野詣ですが、当時大流行した旅行のことです。当時の京都では僧兵がゴーストしたり武士が戦ったりと治安が悪くなってきていました。これが平安中期の末法思想と結びつくんです。当時の人々は平安京の治安の悪化を見て、本当に末法が来るんだと思い、過去現在未来を救ってくれる3つの神社に詣る熊野詣が大流行するんです。熊野っていうのは現在でいうところの和歌山県の南東部あたりですね。過去を救ってくれる熊野早玉大社、現在を救ってくれる熊野那智大社、未来を救ってくれる熊野本宮大社、これらにお参りするのが熊野詣です。そんなお参り旅行が流行すると、自然と平安京から熊野まで行く道が栄えます。その道に沿ってたくさんの神社が建立されます。その神社のことを王子と呼び、主要な99をまとめて九十九王子と呼んだりします。この道に参拝者がアリの行列のように並んだことから、アリの熊野詣と呼ばれているんですね。ちなみに白河上皇は9回、鳥羽上皇は21回、後白河上皇は34回熊野詣を行っています。熊野詣自体めちゃめちゃ金がかかるんで、こんだけ行くことができる上皇はめちゃめちゃ金持ちだったんだと思います。さて、新勢と熊野詣について理解できたところで、いよいよ平治の乱についてです。平安時代中期から後期にかけて、摂関政治から院政へと移り変わりました。摂関政治の中心である藤原氏を旧勢力、院政の中心である上皇を新勢力と仮に分けてみます。源氏は昔から摂関家とのつながりが強かったので、どちらかというと旧勢力です。反対に平家は上皇が住んでいる院の警備をしていたから新勢力に当たります。上皇からすると旧勢力は邪魔ですよね。上皇は旧勢力の力を弱めて自分たちの勢力を維持したいですから、院政が始まったら源氏や藤原氏は冷遇され、代わりに平家が優遇されていくんです。そんな背景もあって、保元の乱が終わってからは後白河天皇のお気に入りである新勢の指示によって源氏は弱体化させられます。具体的に言うと、
崇徳上皇についた源氏は容赦なく打ち首にされ、後白河天皇についた源氏も平家と比べてあまり恩賞をもらえなかったんです。保元の乱での平清盛は謎の回り道をして到着が遅れていましたよね。それなのに保元の乱によって最も出世したのは清盛なんです。そうなると残った源氏の中でも清盛は何もしていないのになんであいつが優遇されるんだと不満が溜まっていきます。これが源氏が信西を恨んだ理由です。さて、源氏と平家の話は一旦置いておいて天皇家側の話をしていきましょう。後白河天皇は即位当初から中継ぎの天皇という扱いだったんで、保元の乱の後にすぐ息子の森仁親王に上位します。彼が二条天皇です。こうして後白河院政は始まりました。とはいえ、後白河上皇はそもそも皇位を継ぐ予定なんかなかった今用オタク。歌の勉強しかしてなくて、ろくに政治の勉強なんかしていません。ということで、当時の権力者は信西です。そもそも信西の妻は藤原の長子。長子は後白河上皇の乳母だったから、後白河上皇と近しい関係にありました。まあ、信西が権力を握っている状況をよく思わない人もいます。ヒントは、信西が南家出身だということですね。ここまで言えば大体わかると思いますが、信西のことを悪く思っていたのは藤原北家出身の人です。その中でも藤原の信頼にとって信西は目の上の単行部でした。こうして信西の存在によって実権を取り返せない藤原北家と信西によって弱体化させられた源氏がつながるんです。彼らの目的はもちろん打倒信西です。信頼はとある情報を掴んでいました。平清盛が数日後に熊野詣へと出かけるという情報です。平家の棟梁である清盛が平安京にいないなら信西を倒すことができる。こう考えた信頼は清盛が出発したのを見計らって挙兵するんでした。ここからが平治の乱です。彼らが目指したのは上皇がいる東三条殿。現代でいう二条駅の東口からまっすぐ伸びる道を通って東三条殿へと向かいます。東三条殿が夜討ちされている。そんな噂を聞いて東三条殿へと貴族が集まってきました。前には弓を持った武士が大勢います。兵の中にも所狭しと武士が集まっていますね。彼らの先には燃え盛る東三条殿がありました。信西はどこだと探したんですが、夜の襲撃のため見つけることは難しく、明るくするために燃やしたんです。捕まった上皇側の兵は首を切られ、女であろうと関係なしに襲撃されています。東三条殿の井戸は燃え上がる炎から逃れようと飛び込んだ人々で満杯になっています。この夜討ちで討ち取った首は晒し首とされ、上皇を乗せた牛車が大理へと向かうんでした。どうやら信西は義朝が攻めてくると知って一足先に逃げたようですね。とはいえ、元々の目的は打倒信西です。逃げていった信西を追いかけるんですが、なかなか見つかりません。なんと信西は土に穴を掘って隠れてたんです。しかし結局は信西も見つかってしまい、土を掘ろうと聞いた時点で逃げられないと思い自殺するんでした。こうして信西は晒し首にされるんです。さて、ここまでならまだ後戻りはできたでしょうが、なんと信頼と義朝は後白河上皇と二条天皇を閉じ込めてしまいます。こうなるともはやクーデターです。信頼は勝手に義朝を播磨の国の国司に任命するなどやりたい放題。この様子を見て藤原のこれ道は、人を多く殺した者が官位を得るなら、なぜ三条殿の井戸に官位をやらないのかとガチすぎるブラックジョークを言っています。さあ、そんな大変なことになっている平安京に平清盛がふるさとの伊勢から仲間を引き連れて戻ってきます。当時の平家の本拠地は六原です。今でいう六原光次が残っているあたりですね。ここら辺一帯は平家の武士が大量に住んでいて、5000軒以上の平家の家があったと言われています。当時の状況としては、源氏側に天皇と上皇がいるので、普通に源氏を攻めたら平家は天皇家の敵となってしまう状況です。源氏に攻め込むためには、まず天皇と上皇を取り戻す必要がありました。ということで、清盛の最初の目標は天皇の救出です。そこで清盛は作戦を立てます。女装脱出作戦です。まず、平家の手先のものを代理に送り込みます。そして天皇に女装して脱出するように伝える。
晴れて脱出が成功したら、天皇から命令をもらって源氏を倒す。こうすれば、天皇の味方として源氏を倒すことができますよね。そして実際にこの作戦はうまくいき、二条天皇は六原へと逃げてきました。こうなると、平家が代理に攻め込んでくるんですから、後白河上皇も代理に残ってはいられません。そうやって後白河上皇は仁和寺に逃げ込みます。さて、夜が明けて、代理の中には二条天皇も後白河上皇もいなくなっています。もはや平家は自由に動けるようになっていました。ついに清盛は兵を挙げます。平治の乱後半戦の開幕です。まずは平重盛と頼盛が代理の東側から攻め込みます。するともちろん義朝と信頼は東側に勢力を集中させますよね。この隙をついて西側からも代理を攻めるんです。こうして平家は代理を源氏から取り返します。この時すでに義朝と義平の軍はたった20騎。もはや源氏に勝ち目はほぼありません。狙うは一発逆転しかないです。その方法は清盛の首を討ち取ること。ということで源氏は清盛がいる六原へと兵を進めます。とはいえたった20騎で平家の本拠地六原へと殴り込むんですから負けは見えています。それでもこの頃の武士というのは家のため、源氏という一族のために譲れないものがありました。こうして起きたのが六条河原での源平合戦です。もちろん勝負にならない上に源頼政が平家に寝返ったこともあり、義朝は敗北。ちなみにこの裏切り者の源頼政、彼は勝者である平家側についたことによって生きながらえ、後の歴史にも少し関わってきます。敗れた義朝は命からがら東国へと逃げていくんですが、名古屋県あたりで自殺してしまいます。一方、藤原信頼はどうなったかというと、六条河原の戦いで敗北した後、仁和寺にいる後白河上皇を訪ねて命乞いをするんですが、捕まって結局は処刑されるんでした。さて、この平治の乱によって源義朝は死んでしまいました。厳しく源氏を処罰した清盛ですが、この時に義朝の子頼朝に情けをかけ、伊豆へと島流しをすることで許してしまいます。また、同じく義朝の子牛若丸は京都北部にある鞍馬寺へと預けられるんです。こうして源氏の勢力はないに等しいものとなり、平家は繁栄の道へと進んでいくんでした。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。